あとはここに好きな壁紙とか床とか貼っていきます。ちょっとこの段ボールに適当に貼ってくださいっていうのは雑だと思うので、こんな感じの壁の作り方を紹介しておきます。今回はこれ使おうと思います。ダイソーで買ったリメイクシート。これで白木のこういう壁を作ろうと思います。使うのはこの工作用紙を使ってます。これも100均で売ってると思います。目盛りが振ってあるので、いちいちこの細く切る時に測らなくて済みます。壁の高さが入るサイズで切って裏側に貼っていきます。これ方眼引いてあるので、この通りで切ってここに貼るのもありだと思います。なんか私はね、ちょっとここを厚みを持たせたかったんですよね。これはペタンコでそのまんまリメイクシールを貼って作ったものなんですけど、こんな感じで厚みないのでよければこのリメイクシートの方眼通り切るのもありだと思います。こうして貼って、あとは切っていきます。こうして切ると木っぽいものが簡単に作れます。忘れてた。先に裏に両面テープつけといた方がいいんです。ちょっと両面テープ貼ると定規がツルツル滑っちゃうので切りにくいってところはあるんですけど、後から細い両面テープ貼ってもいいですし、あと糊でつけるのもありです。ツルツル滑るので一度で切ろうとせずに、最初軽い力で筋を入れて何回かに分けて切ればいいと思います。こんな感じでたくさんできました。これを貼っていきます。2本目はちょっと隙間を空けて貼ります。これで貼っていくとだんだん曲がっていくって時もあるので、こういう肩マットとかの方眼を使いながらこう合わせてやるといいと思います。よし、最後ここちょっとぐらい余った時は、特にこれぐらいだったらここに当てた時隠れちゃうんですね。この5ミリぐらい開くようだったら貼った方がいいんですけど、これ5ミリもないのでこれはこのままにしちゃいます。それでここを切り揃えます。セットするとこんな感じです。ここ見えなくなっちゃうので、こんな感じで壁ができました。次は床
床はこれ貼ってみようかな。これもダイソーで買ってきたリメイクテープ、これをこんな感じで貼ってみます。こっちはこれ使いました。これはどこで買ったかわかんないけど、でもこれも100均ですね。ちょっと濃い、焦げ茶。型マットが綺麗な型とかはもうここベーって貼っちゃってもいいと思うんですけど、ちょっと私のあんまり綺麗じゃないので、一度いらない段ボールに貼ります。これを貼ったら適当にここを切っておきます。3等分とかじゃなくて全然いいんです。短いの、中くらい、長いのとか3種類作ってもいいです。それで今度この幅8ミリで切ります。これはちょっと測ってもいいとも思いますし、私のこの上下に目盛りがあるのでこれに合わせて切ります。これ柄が濃いので切った線がわかんないんですけど、これで全部8ミリで切っていきます。それで切ったものをひたすら貼っていきます。根気ですね。もう端ははみ出しちゃって後で切り揃えてもいいと思います。それで木目なのであんまり横一列こう同じ木目を貼っちゃうとちょっと床っぽくないので、いろんな色を貼りたいんですよね。ちょっと言ってる意味なんかうまく伝えられないんですけど、ちょっと見ててくださいね。この色の隣じゃない、もうちょっと薄い色を貼りたいんです。ランダムな木の色の木目にしたいんです。これで貼る板の長さも特に気にせずランダムにしてます。これ最後に切っておうかと思ったんですけど、後ろ側に巻いちゃってもいいかもね。こうしてその方が断面も木目がつくし、これでいいかな。まだここも貼っていきます。はい、できました。はい、これで完成です。こんな感じに床と壁と作ることができます。ここに窓とかつけてもいいと思います。窓の写真とか貼ってしまえば窓が作れると思います。段ボールなので気軽にいろんなのが作れていいと思いますのでやってみてください。あと私はこれを2階建てにしたいなとも思ってて、ちょっと今回は仮止めでマスキングテープ貼ったんですけど、この底のフレームにもう1枚同じ形のを貼り付けちゃえばこんな感じ。そうすればこうやって重ねることができると思います。
これでどんどん積み上げればリーメントマンションにもなるかなと思ってます。ちょっと下の階が奥行きがありすぎて暗いんですけど、あと壁じゃなくて全部プラ板にしてディスプレイボックスにしてもいいとも思います。その辺の使い方は皆さんいろいろ考えてみてください。いろいろ応用ができる箱なんじゃないかなと思ってます。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。